あ、いたいたいた、取れましたね。やばい、雲かもしれない。雲かもしれない。はい、今日はですね、近所のちっちゃい水路に来て、この網でガサガサで、ちっちゃい魚とか、ちっちゃいエビとかをね、ちょっと取りに来ました。最近このガサガサにはまってましてですね、というのもこの事務所にこういう形の、45センチかな、45センチの水槽を設置しまして、でこの中に今ですね、以前、取ったうなぎと、あとはちょっとこれは知り合いからもらったんですけど、川アナゴ、あとですね、ちょっと大きめのドジョウなんかと、あとこういう小魚ですね、小魚なんかも、生活してます。で、小魚と小さいエビなんかは、うなぎとその川アナゴっていうのが肉食性なんで、その餌にもなるのと、あとね、エビの種類によっては、水槽の中の、苔だったり、あとは他の魚の食べ残しなんかを食べてくれるんで、そういう魚とかエビをね、ちょっと、こういうちっちゃい水路でガサガサでやって取ってます。で、他にはですね、今トイレの方の景観がちょっと寂しかったんで、20センチくらいのちっちゃい水槽をこれですね、設置しまして、で、そこには、今メダカが2匹かな、2匹とドジョウが1匹、あとちっちゃいエビが2匹ぐらい入ってますね。で、それとは別に、実家の方には、池があるのと、あとは風呂桶サイズの生けすが、3つぐらいはあるんで、そこでもね、いろんな魚飼ってて、まあ魚の種類によってはそこに入れてちょっとね、飼っていきたいかなと思います。で、ここは、メダカかな、さっきからちょっとね、明かりで照らして見てたんですけど、見えるかな、このちっちゃいのですね、これ多分メダカだと思います。はい。で、メダカのサイズによっては欲しいなとは思うんですけど、ちょっとね、ここで前来た時に珍しい色したドジョウ、まあそれカラドジョウって言って、もともとは、外来種のドジョウだと思うんですけど、そのドジョウがいたんで、いるかなと思ったんですけど、あんまりいないですね。そう、ドジョウもね、個体差によって色とかね、その模様とかに違いがあって、で、結構フォルムも可愛らしいもんで、自分は好きでよく撮って、撮れたら買って観察したりなんてしてるんですけど、あとね、うなぎのよく餌にドジョウがいいなんて言って、自分もまあ釣りをするんですけど、ドジョウがいいなんていう話を聞くんですけど、今自分が飼ってる水槽だと、全然ドジョウには危害加えないですね。仲良く住んでますね。なんでちょっと綺麗なね、形のドジョウもいたら探していきたいと思います。はい、ここはですね、こういう風に、上がコンクリートになってて、中がまあトンネルみたいになってるような感じですね。で、こういうところはまあ暗渠とかって言って、まあ魚もね、昼明るいうちはこういうところに隠れたりしてるんですけど、まあ、夜になるとね、こうやって出てくる魚もいたりして、で今覗いたんですけど、そんなに、
変わり映えはしないですね。やっぱり、この辺にいるような、映ってるかな、メダカと、ちっちゃいドジョウですね。ちっちゃいドジョウと、エビもちょっとここからだと種類はわかんないんですけど、目が光ってるんで、多少ちっちゃいエビはいそうですね。ただ以前来た時は、ここに結構ね、珍しい色というか模様のドジョウがいて、でね、それしばらく飼ってたんですけど、ちょっとね、先日お亡くなりになったもんで、なんかね、綺麗なドジョウいないかなと思ったんですけど、いないですね。どうしようかな。じゃあちょっと移動します。はい。さて移動してきたんですけど、すごいですね。草がぼうぼうでした。以前ね、ここ通りやすくて、魚で言うと、ちょっと大きめのウグイがいたり、カワムツだとか、あとはそうですね、ナマズもいたりなんかして、ちょっと面白い水路だったんですけど、いやちょっとね、まだ暑さが残る時期なんで、草の方がね、やっぱりボーボーですね。で、ちょっと奥は行けなそうなんで、この辺でガサガサしてみようかなと思います。で、このガサガサって、日本だとガサガサって言うのかな。この界隈だけかもしれないですけどね。こういうところで、ちっちゃい魚なんて、このちっちゃい網で取るのをガサガサなんて言いますけど、でね、海外では何て言うのかなって調べてみたら、ネッティング、ネットですね。網のネットに ing をつけただけの、なんともセンスがあれな名称だったんですけど、でね、ちょっと YouTube 始めてみようかななんて思って、日本に、ネッティングを付け加えて、ニポネッティングチャンネルかな。どっちでもいいか。センス抜群な名称を付けさせてもらいました。ちょっとガサガサしてみようかな。もうちょっとね、でっかい波もあるんですけど、よいしょ。はいと。よいしょ。あれ、今エビがいたような気がしたけど、いないか。ちっちゃいエビ。見えますかね、これ。小さいエビ。ちょっと、エビの特定はしにくいかな。沼エビの仲間だと思うんですけどね。このエビだとちょっと今足りてるというか、ちっちゃいエビはね、うちの生けすの方にいるんで、ちょっと逃がしてあげます。はい、さよなら。さあ、どうしましょうか。ちょっと車の方で大移動してみます。はい。なんだかんだちょっとね、他の場所もあの後回ったんですけど、あんまり目立った魚がいなかったのと、どこもメダカが結構多かったんで、パッと見でね、ここ取り慣れてるのもあって、なんだかんだ最初のポイント戻ってきちゃいました。で今ね、水をすくったんですけど、めちゃめちゃあったかいんですよね。夏日が続いてるっていうのもあるんですけど、大丈夫かな。それでちょっとね、珍しい魚いない。メダカ入ってましたねさっきこのバケツで水ドバーッとすくったんですけど、そしたらたまたま入り込んじゃったみたいですね。これメダカですね。これね、ちっちゃいんで後で逃がします。はい。でもうちょっとね、大きいメダカ取っていきたいなって思います。メダカってさっき調べたら、なんか英語でもジャパニーズメダカとかっていうらしいですね。でね、自分結構ね、海外の YouTube とかで
罠とか、あと釣りとか、あとこういうネッティング、ガサガサですね。で、魚を取るっていうのはすごい好きで、英語でちょっと何言ってるかわかんないんですけど、こんな魚海外にはいるんだとかって思って見るのが好きなんで、ちょっとね、海外の人にも日本のこういう魚いるんだっていうのが分かるような動画を作ってみようかななんて思って、僕はね、英語全く分かんないんで、相方が英語得意なんでね、僕のこのくだらない会話も、あとはこの魚の種類なんかも全部ね、英語にしてテロップ入れてくれると思うんで、編集は相方に任せます。コオロギがいる。そう、ちなみに今9月です。早いですね。もうちょっと涼しくなってから出るイメージあるんですけど、コオロギですね。さあ、ちょっと座布団すくってみましょうか。喋ってたらいなくなっちゃいましたね。はいよいしょ。よいしょ。はい、狙い通りメダカ取れましたね。狙ってたサイズというか、一応ちっちゃい方の水槽に入れたいサイズがこれぐらいですね。これぐらいあるといいですね。エビもいる。ちっちゃいエビもいますね。ちっちゃいエビ。ちょっとね、ごめんなさい。僕まだね、こんな上からパッと見たぐらいじゃエビの種類までは判別できないんですけど、スジエビか沼エビ、ヌカエビあたりがこの辺だといるんで、その辺の類だと思いますけど、この辺のエビはね、ちょっと、餌用でストックしてるものがあるんで、これは後で逃がしたいと思います。で、このちょっと大きいね、メダカだけ持って帰ろうかな。で、メダカもね、日本の固有種なんですけど、カダヤシって言ってね、メダカそっくりな外来種が最近、日本各地広まってて、で、僕が今やってるこの辺りだとあんまり見かけないんですけど、そう、場所によってはね、ちょっとメダカの住んでたところに繁殖してメダカいなくなっちゃってるところもあるみたいで、ね、学校なんかでもね、昔先生が取ってきてくれて飼ったりしてたんですけど、でそれが間違えてカダヤシを学校で飼っちゃってるなんてパターンもあるみたいなんで、詳しい先生だったらね、見分けつくと思うんですけど、ちゃんとね、そういう法律とかも勉強して、それをね持って帰って飼っちゃうと犯罪になっちゃうんで、その辺もね気をつけていきたいと思います。はい。で、あんまりね長々話しても相方が編集めんどくさいと思うんで、この辺にしようかな。全部捨てるところだった。はい。いけす水槽というかイカシバッカンみたいなのを持ってきてるんで、そっちにこのちょっと大きめのメダカだけ移して、今日はね、最初なんでこれで終了にしたいと思います。はい、ではありがとうございました。